おかずが残っちゃったっていう時ありませんか？また次の日食べるのもちょっと嫌だなっていうこともありますよね。そんな時はパンにしちゃいましょう。こんにちは、松尾美香です。今日はきんぴらを使ったきんぴらパンを作っていきます。今後おかずを使ったパンをいろいろ紹介していきますので楽しみにしててください。心と時間が豊かになる3日経っても硬くならないパンを一緒に作っていきましょう。動画の最後に作り方のコツを説明しています。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今日は機械ごねでご紹介していきます。機械で作るときにはまず水分を入れていきましょう。イースト、お塩、お砂糖を加えていきます。最後にお粉を加えていきましょう。まず低速で回します。全体的に混ざりましたら今度は高速でグルテンができるまで詰めていきましょう。しっかりしたグルテンができましたらバターを少しずつ加えていきます。バターがしっかり入ったらこね上がりです。生地を出して丸めていきましょう。ピンと張るように丸めてください。ボウルに入れて一次発酵に入ります。30度で40分、2倍近くになるまで発酵させましょう。大きくなりましたね。発酵完了しました。生地を出してガスを抜いていきます。今日は4個作ります。だいたい 70g 弱ぐらいに4分割をしていきましょう。生地を丸めていきます。ゆるい丸めで大丈夫です。この後生地を10分ぐらい休ませます。乾燥しないように上にふんわりラップをかけてください。成形をしていきます。閉じ目を上にして綿棒で生地を伸ばしていきます。つけっぱより一回り大きく伸ばしていきましょう。真ん中にきんぴらをのせます。きんぴらのサイドの生地を中心に向かって持ってきましたら、合わせ目をしっかり閉じていきましょう。軽く転がして形を整えます。閉じ目を下にしてオーブンシートに乗せていきましょう。同じようにやっていきます。きんぴらの量はお好みでいいですよ。たくさん入れるときにはね、少し大きめに生地を広げていきましょう。生地を押して少し平らにしていきます。この後最終発酵に入ります。35度で30分、途中オーブンに余熱を入れてください。発酵が完了したのでクープを入れて焼いていきます。お好みで少し打ち粉をふるっても構いません。切り込みは斜めに2本もしくは3本入れていきます。180度で12分から15分焼いていきましょう。焼き上がりました。こんな感じで焼き上がります。
ふかふかですよね。この後作り方のコツをお伝えします。ポイントは3つあります。よかったら最後までご視聴ください。作る時のコツの1つ目はきんぴらです。汁気のあるきんぴらは汁気を取ってから使っていきましょう。2つ目のポイントは生地の閉じ方です。お惣菜の生地を包む時には閉じ目を少し餃子の皮みたいに閉じます。でその餃子の皮の部分を少し寝かすようにして転がしてあげると中のものが飛び出てくることはありません。3つ目はクープの入れ方です。きんぴらが見えるまで深くクープを入れてください。きんぴらは火が通ってますので生焼けになることはありませんが、深くクープを入れることがポイントです。今日も一緒にパン時間を過ごしてくださってありがとうございます。もっとじっくりパン作りを学びたいという方向けに動画講座をご用意しています。今日お伝えしたコツ以外にも、生地の見極め方、道具の扱うコツ、焼くためのポイントなどを講座の方でじっくりお伝えしています。詳細は概要欄をご覧ください。もしこの動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でパン作りを一緒に楽しみましょう。ではまた。